はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は1月後半の星の補足説明とタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。いきますね。ワンドページ逆、そしてペンタクルスの9、忍者、運命の輪の逆、ペンタクルスのキング、カップキング逆、カップ10逆、はい、気をつけることで対策が、戦車と、ペンタクルスのナイト、そしてオラクルは、じゃん、ソードの6です。なるほど。なんか協力者がいっぱいって感じですけども、まず星で見たときに、この1月、特に後半で大事なのが1月19日になります。この日は、ヤギ座で起こる新月でして、いて座さんにとっては、何か、もちろん新月っていうのは毎回こう、決め事をするとか、ここでリセットするとかっていうのがいい時なんですけど、いて座さんにとっては、おそらく、現実的に言うとお金のこと、例えば、これぐらい毎月ちょっとずつでも貯金しようとか、今年の年間、年収はこれぐらいを頑張りたいとか、そういうのもいいですし、またそういう物質的なことでないとすると、自分をもっと認めるようになる。もっと自分の、自己肯定感が上がるとか、自分のやってることに自分で誇れるとか、その自分の感覚をもっと信じられるとか、自分とつながれるとか、そういったこう感覚感性のところも非常にこう開かれる時なので、この1月19日あたりに、19日にっていうよりもおそらくですね、この1月の、特に10日過ぎたあたりですかね。そのあたりから結構流れが早くなっていて、そして17日には金星も水亀座に入るということで、なんか動きが出てくるんですね、すごく。なので、これはいきなりそこから動きが出てくるっていうことではなく、それまでの流れが何かの結果に繋がってくるとか、序章があっての本番の動きがあるっていう形がするので、なんだかこの1月の頭とか中旬ぐらいに自分が動いたこと、頑張ったこと、何か思ったことをこの19日以降決めて、何かそのことによって感化されていることを何か決めて、20日以降そのように流れていくみたいな感じがします。特に20日から勢いがどんどん加速するっていうのがあるので、こうなんか19日あたりはこうどしっとこう一つ釘を刺すみたいなね。そうすることで安心して流れていけるし、安心して発展していける、いろんな学びができるし、関われるっていう感じがします。特に1月の20日以降っていうのは本当に人とのコミュニケーションが活発なんですね。これは星で見ても人との交流がすごく盛んだなって思いますし、いろいろ移動したりとか、あっち行ったりこっち行ったりもあるかもしれないし、知識として、思考として、あれも勉強して、これも学んでみたいな、すごくこう拡張するような、タイミングなんですね。なので、とても勢いがあります。で、その流れの中で、カードを見たときに、伊手座さん的にはもっとしっかりと確認して何かを進んでいきたいんだっていう感じがするんです。ここで入り口がワンドのページの逆が出ているので、勢いで行くとかではなく、自分の中で納得して、理解して、実践して結果出して納得してから次行きたいみたいな感じがあるかもしれないんですけど、待ってもらえてないみたいな感じもあるかもしれません。どんどん次のことが流れてくるとか、こう、動きが出てくる。これはもうなんか仕方ない気がしますね。この1月の後半は、本当に人とのやり取りもそうだし、流通もそうだし、情報もどんどん流れ出すので、全部をちゃんと理解してないと嫌だって思ってると、理解できてないみたいな感じになるんですけど、とりあえず、目の前のことをしっかりやっていこうみたいな感じで、一つずつちゃんと掴んでいけるよっていうメッセージにも感じます。で、今実際伊手座さんにとって流れてるこの流れ、流動的な流れっていうのはすごいチャンスですよって言われてるんですね。これはビジネスチャンスってこともあるし、もしくはこの動きを活用して自分が過ごしたい生活感とか、こういう生活をしたいんだとか、こういう時間の使い方をしたいんだっていうことに近づいていけるチャンスだよっていうふうに言われてるんですね。やっぱり物事って、その、ただよく想像したら現実になるって言うじゃないですか。でも何にもしないで想像するだけだったら、もう1万回想像したって、1の行動がなければそれを現実化しにくいんですけど、
逆に、その10分の1のイメージであったとしても、自分が10動けば、もう10倍の、現実化するスピードが上がるっていうことで、すごくこれは応援なんだよっていうふうに言われてるんですね。でもとっても伊手座さんは慎重に、なんか暴走したくないとか、こうゆっくりちゃんと考えたいとか、もっとなんか周りの環境が整えばいいのになとか、誰かがもっと自分を認めてくれたらいいのになとか、そういう、こう、自分がじゃあやりますっていうよりも、何かをすごく考えている、思慮深く考えているっていう感じがするんですけど、やっぱりここで言われているのは、いや、タイミングって待ってくれないよな、みたいな感じがあります。どんどん時間は流れていくっていう感じがあり、なんとなく伊手座さんの中でそれのタイミングに乗ってないというふうにご自身で感じるのかもしれませんが、全然乗ってないわけじゃないんです。要するに、乗ってるし、動いてるんだけど、頭だけが、気持ちだけが、まだ、そこについていってないみたいな感じかもしれません。でも実際はもう乗ってるんですよ、十分に。ちょっと見てみようかな。もしくは単純にね、もっと時間が欲しいとかいうことかもしれません。ここでもまた走ってますしね。なんか、やることいっぱいあるとか、やりたいことがいっぱいあるのか、やらされることがいっぱいあるのか、こなすことがいっぱいあるのかわからないですけれども、とにかく急いで走っているみたいな、感じがあります。これは今この動画を見てくださってる1月中旬のことだと思うんですけど、ここからね、やっぱなだらかになっていくんですね。なので19日の新月あたりにどしっと自分の中で決めてください。よし、これをやるぞとか、こうするぞって一つ意図する、決めるっていうことによって、ブレずに流れていくっていうのがあります。で、ここからやっぱりキングっていうことで、すごい協力者っていうのが出ていて、その協力者っていうのは、自分より目上の人だったりとか、自分が今携わっていることに対しての、経験値のある人たち、年齢関係なく、そういう人たちからのサポートがあるっていうふうに言われてるんですね。なので、おそらく伊手座さんのこの頑張り、一生懸命考えてるよとか、一生懸命やってるよっていう、この頑張りをちゃんと見てるんだなって思います。で、または、そういう、隣の畑っていうか、全然違うジャンルでも、いろんなことを知ってる人だとか、取引先とか、そういった人との、ある程度いろんな人生経験がある人とのやりとりが、活発なのかなって感じがしますね。これは特に1月20日以降、本当に流動的だし、学べるし、関わるしっていうことがあるので、この関わりっていうのはすごく伊手座さんをプラスに、導いてくれるというか、自分でも、ちゃんと、なんかすごいいろんな人と関わるな、みたいな感じかもしれません。で、その中で、非常に優しくしてくれる人がいるとか、伊手座さんを気にかけてくれる人がいるのかなって感じがするんですけど、なんかその優しさを素直に伊手座さん受け取りにくいなって感じがしました。そういう時ありますよね。普通に褒められても、なんだろう、この人下心あるのかなっていうふうに思ったり、どういうつもりでそれを言ってるのかわからないみたいな感じになったり、ただ気持ちとしては、伊手座さんのこれまでの頑張りっていうのをちゃんと、見てるし、応援してるんだなっていう、そういう、存在がいるっていう感じです。親とかでもそうだと思うんですよね。なんか親は心配して、大事だから心配して言ってしまう。で、それを子供はなんか鬱陶しいなっていうふうに感じるみたいな、そんな感じが、例えば仕事の中とか、プライベートの中とか、自分がちょっと目上の人、先輩とか、そういうちょっと、親しい、もしくは頼りたい人からの愛情やサポートを自分が受けていいかどうかを迷っているみたいな、そんな感じもありますね。そしてその後ね、カップの10っていうとても満たされたカードがあるんですけど、逆なので、やっぱりなんかすごくチャンスもあるし、いいけれども、それは自分にふさわしいのかとか、いいんだろうか、喜んでみたいな、そんな感じがあるのかもしれませんね。ここでやっぱりデビルが出ていたりとか、あと、ワンドの10っていうのがあるので、なるほど。例えば、これまですごく勉強してこられたことがあるとか、もちろん何でもそうですけど、経験してること自体が学びなんですけど、何か一生懸命、やってきたことがあったとしたら、それに対して、その手のプロフェッショナルな人、上司だったりとか、コーチだったりとか、経験値の高い人からの、応援のメッセージだし、サポートしてくれるからこそ言ってくれてることなんだけど、
なんかそれってもっと頑張れってことですかみたいな気持ちになったり、それって私ができてないからそう言うんですかみたいな気持ちになったりして、でも私もうこれ以上頑張れないんです。もうすでにだって頑張ってきたからみたいな、そんな感じがあるんですね。でもこれは全部、いて座さんの中で起こっていることで、いて座さん自身に例えば余裕がないとか、何かもうこれ以上はできないと思ってるからこそ、もっと頑張れって言われたら無理って言いたくなるみたいな。でも、相手は、いて座さんの能力や技量というのかな、そのパワー、エネルギーがあるって分かってるから言ってくれてるっていう感じがして、素直に受け取った分だけちゃんと自分を認められるよっていうメッセージだなと思いました。何か無理して、これ以上無理してやりたくないみたいな感じかもしれませんね。いや、全然無理しなくていいですよ。全然いいんです。だってすでにもう頑張ってきてるし、その成果がもう実際はある時だから、今の自分で自信を持って他者と関わってほしいんですね。それはできるはずなんです。そして言われてる、アドバイスとして言われてるのは、ここで戦車というカードと、ペンタクルとね、ナイトっていうカードが出てるんですけど、これどちらも非常に、前を向いてます。ちゃんと未来を見てるというか、自分が、やさぐれてないというか、拗ねてないっていうか、ちゃんとやることやっていきますっていう気持ちもあるし、進んでいく、超えていくぞっていう気持ちもあるっていうふうに出てるんですね。なのでいいんです。そのまま行ってくださいっていう感じがします。ただ、自分が走ったら走った分だけの成果がすぐあるかっていうと、やっぱり少しここはタイムラグがあるというか、すぐに結果が出るとかではなくて、少しずつ浸透していく、自分の成果だったりとか、やったことが少しずつ結果となって見えてくるから、焦らないでっていう感じがしますね。やっぱり今言われてる、今起きてるこの激しい流れというか、忙しさとか、その時間の流れっていうのは全部いて座にとってプラスなんですよって言われてるんですね。だからもっと頑張ろうって思うけど、いや、今のままで十分やってますし、ゆっくり成果を見ていってください。結果を急がないでくださいっていう感じがしました。そして、何回も出てきてるんですけど、やっぱり人に恵まれます。この1月後半。そしてサポートがあります。これもそうです。自分では精一杯と思ってたとしても、ちゃんとサポートされますので、そこは、サポートを受け取るぞっていう意識でいてください。今日はどんなサポートがもらえるのかなみたいな感覚でいると楽しくなるかなって感じがしますね。はい。こんな感じなんですが、ちょっとお仕事のこと見てみようかな。仕事。自分の意識とか理解とかそういった思考の動きが非常に広がるっていう感じがしています、今。はい、お仕事はマジシャン。ペンタクルスのページ。はい。そして、エースの、ソードエースということで、すごくいいですね。何か新しいことが始まりますね。新しいことを任されたりとか、これを担当してくださいって言われたりとか、ちょっと待ってください。すいません。失礼しました。そうですね。ここから新しく何かが始まるよっていう感じで言われていて、ご自身はゆっくりとしっかりともう少し経験を積んでからと思うかもしれないんですけど、もうチャンスが来てるっていうかね、流れが来ていて、もう自分しかやる人がいないじゃないとか、これ私だよね、やるのって、みたいな、そんな感じで進んでいく感じがします。でもこれすごくいい経験になるみたいだから、ぜひ頑張ってほしいですね。そして、ぜひ自分がリーダーシップを発揮するというか、もう自分の考えで決めちゃいますねぐらいの感覚でもいいのかもしれないです。もう切り込んでいってくださいと、チャレンジしていってくださいっていうふうに言われているので、それ必ずここから何かが生まれますから、みたいな感じで言われてます。とてもいい傾向です、お仕事に関して。そして、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係ね。サポートいっぱい来てますけどね。はい。また出ましたね。ペンタクルスのページ。カップ、エース。エースがすごいね、いい感じですね。ワンドのエース。
もう一回してみようかな。ちょっと待ってくださいね。はい。ソードの10ということで、なんかエースが2枚、こっちも1枚出てる。そしてマジシャンも出てるってなると、やっぱり何かこの1月の後半から動き始めますね。まあ、これだけ流動的な流れがあるし、なおかつ、サポートされてるっていう時だから、まあ、そら動きますよねって感じはしますが、人間関係って言った時に、全く初めての人と関わるきっかけが多いみたいです。初めましてっていう感じですね。で、まだ自分のことを、すごい自信満々で向き合っていくというよりも、まあ少し自分を小さく、見繕って、遠慮がちに関わっていくっていう感じがあるんですけど、何かそこでね、喜びが生まれてくる感じがします。それがなんかすぐになんか恋愛に発展するとかそういうことではなくて、いろんな人と関われてる自分がいるなみたいな。去年と比べたらすごい私いろんな人と関われてるなとか、恐れなく話ができてるなとかっていうところで、とてもなんか自信につながるような関係性のチャンスがある感じがします。初めてのみたいなそんな感じがあります。で、さっき補佐でパラパラっと出たのが、何枚かあるんですけど、それ誰だって100% の自信で向き合ってるわけじゃないですよね。ちょっとした恐れがあったり、いや、私まだその知識が足りないんですよとか、すごい自分で準備万端だからやるってことじゃないみたいなんですよ。でも、なんか、準備できてないけど向き合わされるとか、誰かに会うみたいな。で、それって人間関係の中でもそうで、自分がものすごい人として出来上がっているからうまくいくとかではなく、至らないとこもたくさんあるし、なんか不真面目なところとか、どうしようもないとこもたくさんあるけど、でもこれが私なんです。これが私のいいとこなんですっていうのを自分でちゃんと自分のいいところを認めて、関わっていく。どの部分でもいいので、自分のいいところを自分で認めて、人と向き合っていくっていうことをすると、すごくいいものが生まれそうな感じです。なので仕事も新しいことを任されそうだし、人間関係も新しい人との関係性やつながりっていうのができそうなので、本当にサポートがいっぱいあるなって感じがします。何を気をつければいいかって言ったらもう本当にズバリ、今ね、星からのメッセージもそうですけど、自分で自分のことどう見てますかっていう感じですよね。自分の価値、自分の感性を自分でどこまで信じてますかっていうのがすごく大事なので、そこさえできてれば、ものすごく豊かな、後半になりそうです。最後にもう一枚、オラクルカード引かせていただきます。はい。手座さんの1月後半はこれかな。はい。どうでしょうか。このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんも直感使ってメッセージ受け取ってくださいね。まだまだなんか隠された真実があるっていう、表面的なことのカードですけど、なんとなく私が感じたのはやっぱり伊手手さんの中に、まだまだ見えない、魅力があるっていう感じがします。これは能力かもしれない、才能かもしれないです。お仕事とかいろんな面に関して。でも、まだまだ自分でも気づかない自分の良さが、水面下に眠ってるよっていう感じがしました。まだ一部しか見えてないよみたいなね。ぜひまだそこにある自分の魅力や感性っていうものにしっかりと目を向けて意識して進んでいただければなと思います。ということで今回も最後までありがとうございました。素敵な時間をお過ごしください。失礼します。